ガンダムを代表する武装の一つ、ビームライフル。戦艦の主砲であるメガ粒子砲をモビルスーツが携行できるレベルまでコンパクト化した兵器で、登場以降は長きにわたってモビルスーツの主力武装として運用されていきます。ところが、これほど当たり前になった武装も、一年戦争の当時はほぼガンダムだけの特権ともいえる代物で、ジオン公国軍が使用したのが一年戦争終盤でした。そんなビームライフルは一年戦争後、様々な形で進化を遂げていきます。今回は宇宙世紀における携行兵装ビームライフルについて、その変遷を解説させていただきます。まず、宇宙世紀におけるビームライフルとは、戦艦の主砲であるメガ粒子砲をモビルスーツが片手で構えられるサイズまで小型化した携行兵装です。メガ粒子砲とは、ミノフスキー粒子を応用した技術によって完成した代物で、従来の指向性エネルギー兵器を凌駕する高い効率と熱核兵器以上のピンポイント火力を発揮しました。まさに指向性エネルギー兵器の決定版ともいえる存在で、宇宙世紀0070の完成以後、戦艦の主砲や要塞砲として普及していきます。ではこの砲はどうやってビームを打ち出していくのか。メガ粒子砲はミノフスキー粒子を圧縮し、縮体融合させることでメガ粒子へと変化させます。そしてメガ粒子を一定量に達するまで砲の中に蓄えます。こうして蓄積されたメガ粒子は砲身に並んだ加速リングと収束リングを通して射出されるという仕組みです。この仕組みの中でメガ粒子を作る工程では膨大な電力が必要となります。そのため初期のモビルスーツのジェネレーターではこの縮体の工程を賄いきれませんでした。唯一の例外が大量の冷却水を確保できる水陸両用モビルスーツです。ゴッグやズゴックが内蔵式のメガ粒子砲を持てたのは海の中にいたからでした。逆に言えば陸と宇宙では冷やしきれなかったのです。ならばメガ粒子化する直前のミノフスキー粒子をあらかじめ充填した状態にできれば問題は解消できるのではないか。そこで0076 TY ミノフスキー博士の協力のもと、地球連邦軍が開発したのが縮体寸前のミノフスキー粒子をアイフィールドで保持しておく装置、エネルギーキャップシステム、通称エナジーキャップでした。これにより武器の側にわずかな電力を電化するだけでメガ粒子を発生させられるようになりました。こうして生まれたのが RX78 ガンダムに装備されたビームライフルです。ブラッシュ社製のこのライフルは無細級軽巡洋艦を前後に貫通するほどの威力を持ち、ビームの中心温度は2万度に達しました。威力のスペック値は 1.9 メガワット。この当時の艦艇サラミス級の艦砲フッド5型が15メガワットなので、艦砲の8分の1程度の威力ということになります。劇中第2話ではシャアがあのモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持っているのかと叫んでいましたが、さすがに戦艦ほどの火力はないようです。とはいえザクマシンガンと同程度サイズと重量でありながら、それだけの高火力のビーム兵器は類を見ないものだったので、シャアからすれば衝撃的だったのではないでしょうか。ただしエナジーキャップには弾数制限という弱点もありました。蓄えた粒子は戦闘中に再充填できず、ガンダム用のライフルで撃てるのは15発。撃ち尽くしたら母艦に戻るまでどうにもなりません。そしてエナジーキャップを積んでもなお、モビルスーツ側にもビームを射出するための電力が必要でした。書籍週刊ガンダムモビルスーツバイブル第55号によると、ビームライフルを扱うには 1200kW 級のジェネレーター出力が求められたといいます。これはどれほどの数字なのでしょうか。ジオンの主力機ザク2が 976kW、グフが 1034kW、宇宙用の主力だったビッグドムに至っては 1199kW と、あと 1kW で届きません。対してガンダムは 1380kW。ジオンの主力機がことごとく届かなかった1000を、ガンダムは最初から超えていたわけです。ゲルググで 1440kW なので、一年戦争後期でやっとガンダムを超えています。ちなみにジムが 1250kW、陸戦型ガンダムは 1350kW。主力機同士で比べると、いかに連邦製モビルスーツの出力が高いかがわかるのではないでしょうか。なお大気圏内ではメガ粒子ビームが減衰拡散しやすいため、宇宙に比べて火力と射程が低下してしまいます。
水中ではそれがより顕著になるため、地上戦ではビームライフルよりも実弾兵器が好まれるケースもありました。こうした事情からビームライフルがモビルスーツの主兵装として定着していくのは0080代中期のことになります。こうして連邦軍はエナジーキャップの採用によってメガ粒子砲の小型化に成功しましたが、一方エナジーキャップの開発に難航したジオン公国ではこれを使わない方式での搭載を目指しました。しかし出力や冷却の問題もあってその威力を十分に発揮できていたとは言えません。例えばドムの腹部ビーム砲は出力不足が原因で目くらまし程度の機能しか果たせませんでした。かろうじて実用レベルに達したボッグの腹部メガ粒子砲もシステム全体が大型化した上に収束率が悪く、威力はザクマシンガンの2倍程度、射程も 1km と本来の性能には遠く及びません。さらに冷却の問題もついて回ります。ジェネレーター出力 2500kW を誇るズゴックではワンブメガ粒子砲の完全稼働が可能となりましたが、これはガンダムの 1380kW のおよそ 1.8 倍に当たる数字です。その代わり熱核反応炉の冷却に大量の冷却水が必要でした。そのため水のないところでは連続して稼働させることが難しいという欠点も抱えていたのです。こうしたジオンの苦悩を見ればいかにビームライフルが画期的な兵器だったかがわかるのではないでしょうか。そのビームライフルを史上初めて実用化したのは地球連邦軍とブラッシュ社でした。一年戦争中期にあたる0079-7月頃にエナジーキャップの技術確立とメガ粒子砲の小型化を実現。そして同月にはガンダムもロールアウトされ、一年戦争の戦況を覆す兵器と武装が揃うことになります。以降終戦までの間に実に多種多様なモデルのビームライフルが開発されました。中でもエナジーキャップを早々に手にした連邦では狙撃用や簡易生産型などバリエーション化が加速度的に進んでいきます。まずガンダムや陸戦型ガンダムに装備された通常型ビームライフル、近中距離での使用を想定しており、火力と取り回しのバランスに最も優れたモデルです。ちなみに RX78 では使用ごとに形状の異なるライフルが用意されており、4号機では出力に優れたもの、7号機では射程と速射性に優れたものが与えられました。また長距離狙撃用の先駆けとして収束率の高いガンキャノン用ビームライフルも登場。その後ジムスナイパー2に採用され、1000km の距離まで高い命中精度を誇るロングレンジビームライフルも開発されます。書籍モビルスーツバイブル第55号によると、1000km 先の目標を数センチメートルの誤差で捉えたとのこと。東京から福岡までが直線でおよそ 880km なので、それより遠くの的を指先ほどの狂いで撃ち抜く計算です。一方で初期にはエナジーキャップに代表されるパーツの生産性が悪く、フル規格のビームライフルの生産数が少ないという問題がありました。これを解決するために簡易生産型として開発されたのがジムなどに装備されたビームスプレーガンです。単方針でビームの収束率が低く、射程も短いものの近距離での命中率が高く、連度の低いパイロットでも扱える優れものでした。生産性に優れる小型モデルは一年戦争後も重宝され、この傾向は0080代後期まで続いていきます。次にビームライフルの開発に遅れたジオン公国軍ですが、こちらは連邦ほどのバリエーションが生まれていません。これはジオンが初期のモビルスーツ用武装として核バズーカを配備していたため、火力面の問題が発生しなかったことも大きいとされています。しかし南極条約によって NBC 兵器の使用が禁止されたことで、ビームライフルの開発を余儀なくされました。ところが肝心のエナジーキャップ方式の開発に難航します。その過程でビッグドム用のビームバズーカが誕生しますが、エナジーキャップ技術を持たないジオンはメガ粒子変換の電力問題を解決できなかったため、取り回しの悪い大型の兵器となってしまいました。そして一説には投棄されたガンダムのビームライフルを解析することで、ようやくジオン製の実用化に至ったとも言われています。こうして終戦の2週間前から前線へ安定供給されるようになったのがゲルヌム用のビームライフルでした。連邦がエナジーキャップを確立したのが0079-7月なので、
ジオンが同じ土俵に上がるまでにおよそ4ヶ月もの時間がかかったということになります。こうして開発そのものが遅れたため、ジオンのビームライフルは基本的にゲルヌグ用をベースに作られています。そのためジオン独自の仕様としてゲルヌグイエーガーが使用していた速射性に優れたビームマシンガン、ゲルヌグギュンターに搭載された放熱性が高い砂漠用なども開発されています。中でもビームマシンガンは戦後も重宝され、ガーベラテトラなどでも採用されています。ガーベラテトラ用の出力は 1.5 メガワットで、総弾数は40発。ガンダムのビームライフルが 1.9 メガワットで15発なので、1発の威力を2割ほど諦める代わりに、撃てる数を 2.7 倍に増やした形です。その後も、ジオン系のモビルスーツでは、ネオジオンの時代まで、フル規格の中型ビームライフルやビームマシンガンが好んで使われていました。このように、数多くのモデルが開発されますが、一年戦争後に一般化したのは、バランスに優れた通常形状のライフルのみとなっています。そして、一年戦争以降は、この通常型をベースに、エネルギーの供給方法に関する研究が進められていきました。一年戦争の頃は、内蔵したエナジーキャップとモビルスーツ本体からの電力供給によって稼働するタイプが主流です。一方で、当時からエナジーキャップを外装化する研究も進められており、ガンダム6号機用のビームライフルでは、エナジーキャップのカートリッジ化が試みられていました。しかし、当時の技術力では実用レベルに達しておらず、実戦配備はされていません。そして、一年戦争から3年が経ったデラーズ紛争の頃、ガンダム開発計画で誕生したガンダム試作1号機用のビームライフルには、着脱可能なエナジーキャップであるエネルギーパック方式が採用されました。ビームを打ち尽くしてエネルギーパックを交換すれば、すぐにフルチャージ状態にできるため、継戦能力が飛躍的に向上しました。ちなみに、ガンダムはビームライフル1つで15発発射可能でしたが、試作1号機用はパック1本あたり20発なので、そこまで増えていません。それでも、打ち尽くしたら母艦に戻るしかないだったのが、その場で差し替えれば満タンというメリットは大きく感じられます。ただ、この時代、エナジーキャップの規格や設計の問題から、エネルギーパック方式は主流とは言えず、内蔵式のライフルもたびたび開発されていました。ちなみに、エナジーキャップ以外にも、稼働用のサブジェネレーターを別途用意して、エネルギー供給をモビルスーツ本体だけに依存しない方式もあります。例えば、ザクワンスナイパータイプは、バックパックのサブジェネレーターでビームスナイパーライフルを稼働させていました。このサブジェネレーターが 700kW、ザクワン本体が 899kW なので、自分の8割分の発電機をもう1機丸ごと背負っていたことになります。これにより、モビルスーツ単体では扱いきれないほど大出力の火器を使用可能としています。そして、一年戦争の終結から7年後、エウーゴとティターンズによる地球連邦の内部派閥争いをきっかけに、グリプス戦役が勃発します。この頃には、それまでハイスペック機が持つ武装というイメージのあったビームライフルも、モビルスーツの主兵装として普及していました。エネルギーパック方式が主流となり、ビームライフルが実弾兵器並みに取り回しのいい装備となったことで、むしろ実弾兵装の方が特殊な武装として扱われるようになっています。また、ハイスペック機が持つビームライフルの性能もさらに向上していきました。例えば、ゼータガンダムに装備されたビームライフルは、他のモビルスーツが使用するものよりも強力で高い出力を誇ります。その数値は 5.7 メガワット。同時期の100式用が 2.8 メガワット。ガンダムマーク2用が 2.2 メガワットなので、文字通り倍の数値です。初代ガンダムの 1.9 メガワットと比べれば、ちょうど3倍の威力ということになります。さらに、重厚から刃を形成して、ビームサーベルとしても使える複合兵装としての側面も備えていました。これにより、射撃線から白兵線への素早い移行が可能となったのです。加えて、武装そのものにジェネレーターを内蔵することで、メガランチャー級の威力を持つ装備をモビルスーツが携行できるようになっていきます。ゼータガンダムのハイパーメガランチャーもその一つです。こちらは 8.3 メガワット。一年戦争のサラミス級の主砲が15メガワットなので、戦艦の主砲の半分をモビルスーツが手に持つところまで来たことになります。他にも、アッシマー用の大型ビームライフルや、
マブスレイ用のフェダーインライフルのように可変モビルスーツやモビルアーマーでの運用を前提に大型化されたライフルが多く誕生しました。特にフェダーインライフルは 6.6 メガワットなのでゼータガンダムのビームライフルより高出力となっています。変形時に機体側へ固定するため伸縮折りたたみ機構を備えていたりビーム刃を展開できるようになっているなどの特徴がありました。ちなみにアッシマー用のライフルは 2.6 メガワット100式のライフルに劣ります。アッシマーはビームサーベルを持っているわけでもないのにライフル出力が低いという意外な設定になっています。さらにこの頃にはモビルスーツ本体の出力が向上したことでアクシズのガザシーやガザディが採用したナックルバスターのように機体本体のジェネレーター直結方式のビームライフルも登場しました。出力はガザシー用が 6.7 メガワットガザディ用が 8.5 メガワットゼータガンダムのハイパーメガランチャーでも 8.3 メガワットなのでガザディのナックルバスターはさらに強力ということです。ただしガンダムユニコーンではガザディ用ナックルバスターがジェガン D 型のシールドにあっさり防がれていました。なおナックルバスターは半固定式の武装となっているため分類としてはメガ粒子砲とする場合もあります。グリプス戦役時やさまざまな規格のエネルギーパックが乱立したことで勢力によって形状が異なるケースが数多く見られました。例えばニック・ビアスに装備されたビームピストルが100式のライフルに見られるブルパップ配置を前提としたモデル、ガンダムマーク2などで見られた銃の下部にマウントするタイプのモデルなどがあります。一方モビルスーツの主力兵装がビーム兵器へ移行したことでその防御についての研究も進められました。中でもビームコーティング技術が向上しておりガンダムマーク2のシールドや100式の対ビーム塗装などが誕生しています。また火力の向上によってモビルスーツ本体の防御力が心もとなくなったため100式のように装甲と引き換えに機動力を高め当たらなければどうということはないを重視した機体も生まれました。第一次ネオジオン構想の頃になるとモビルスーツの恐竜的進化に伴いビームライフルの火力もインフレを始めます。その代表例がダブルゼータガンダムのダブルビームライフルです。こちらはライフル自体にジェネレーターを内蔵しつつ本体からもエネルギー供給を受けています。その出力は 10.6 メガワットが2門の合計 21.2 メガワット一年戦争時のサラミス級の艦砲が15メガワットなのでモビルスーツが手に持つ武器がついに戦艦の手法を追い越したわけです。とはいえ実は戦艦のメガ粒子砲の出力の数字設定はサラミス級のフッド5型以外どの資料集でも記載されていないのでこの時代だと例えばレールアーナマの手法が超高火力な兵器として描かれているもののその出力がどれくらい高いのかは分かりません。そのためこの時代の戦艦との火力比較は数字ではできないようになっています。ダブルゼータガンダムのライフルはビームがかすめただけで機体を大破させるほどの威力を見せています。しかもこれほどの破壊力を持ちながら連射も可能ともはやビームライフルと呼ぶには強力すぎる兵装となっていました。ただし砲身の寿命はおよそ200発とされています。また必要な時に本体のジェネレーターと接続することでメガランチャー並みの威力を付与できるライフルも登場しています。ドーベンウルフのビームライフルは通常のライフルとして使用できるほか腹部のメガ粒子砲とドッキングさせメガランチャーとしても運用可能でした。出力は単体で 12.5 メガワット連結時には 40.2 メガワット書籍モビルスーツバイブル第40号には一撃でマゼラン級宇宙戦艦を撃沈する威力と記されています。もはや出力の数字はインフレ状態です。モビルスーツバイブルなどではダブルゼータガンダムのハイメガキャノンが50メガワットでコロニーレーザーの 20% の出力と記載されているのでドーベンウルフのメガランチャーの火力はもはやモビルスーツの一武装というよりは対艦兵器と呼べそうです。このようにジェネレーターの高出力化だけでなく武装への内蔵も可能になったことでモビルスーツはエナジーキャップに頼らない方式のビームライフルを採用できるようになります。そしてジェネレーター搭載式の手持ち武装は火力向上の手段として好まれるようになりました。しかし火力のインフレを続けるビームライフルは0093のシャアの反乱の頃には取り回しの良さについての研究も進んでいきます。
結果としてビームの形状や出力、連射性を自由に打ち分けられるライフルが登場しました。例えばニューガンダムのビームライフル、大容量超高圧縮の新型キャップを採用しており、エネルギーパックカートリッジはありません。打ち切ったら母艦で再充填必要ですが、戦艦の手法と間違えるほどの高出力で撃つことができるだけではなく、速射もできるようになっています。なお、設定上の出力は 3.8 から 4.4 メガワットとされているので、ダブルゼータの時代と比べるとかなり抑えめになっており、ゼータガンダムのライフルよりも火力は低くなっています。ただ、ニューガンダムはアムロが自分で設計しているので、自分なら一撃で直撃させるという前提かつ、長期戦にも耐えられるよう、この仕様にしている可能性があります。劇中では弾切れで困る様子はありませんでしたが、波のパイロットが乗ると敵機の急所を的確に狙い撃つことができず、弾切れに苦悩するのではないでしょうか。またサザビーのビームショットライフルは3弾、通常弾、3点バーストを打ち分けられるため、一つの武装で様々な状況に対応できました。こちらは 10.2 メガワット。不思議なことにサザビーが飛ばすファンネルは1機あたり 10.6 メガワットなので、面白いことに設定上は手に持った手法より強い火器を6機まとめて放っていたということになります。他にもこの頃にはジェガン用ビームライフルに採用されたストレートマガジン型のエネルギーパックも登場しています。これは0090代以降、連邦の量産型ビームライフルのエネルギーパックとして広く普及していきました。このようにダブルゼータガンダムの頃の恐竜的進化とは裏腹に、第2次ネオジオン構想では一撃必殺ではなく継戦能力に長けたライフルが増えたということがわかります。しかし0096には再び高火力ライフルが登場します。それがユニコーンガンダムの装備するエネルギーパック方式でありながら、メガバズーカランチャー並みの威力を実現した兵器、ビームマグナムです。威力は通常のビームライフルの4倍とされていますが、具体的な出力の数字設定はありません。とはいえ、かすめただけでモビルスーツを撃破できる破壊力を持っているので、仮にサザビーのライフルの4倍だとすると、ドーベンウルフのメガランチャー並みの出力ということになるので、一撃が戦略兵器並みの火力だと考えられそうです。ただ、いいことばかりではありません。その分、エネルギーの消耗も激しく、一発撃つたびに標準的な容量のエネルギーパックを1つ使い切ってしまうほどです。さらに、エネルギーパックを5機連結したマガジンは通常3つまでしか携行しないため、最大でも初代と同じ15発しか撃てないという弱点を抱えていました。また、RX-0 以外の機体が使用すると、腕部の稼働に支障が出るなど、強力すぎるがゆえの弊害もありました。こうした運用上の問題があったためか、後の時代では、戦略兵器並みの火力を持つ手持ち式ライフルは見られません。コスモバビロニア建国戦争の頃になると、モビルスーツの小型化が進められたこともあり、それに合わせて、ビームライフルにも改良が加えられていきました。F91 用のビームライフルでは、15メートル級小型モビルスーツに最適化されたバランスを持ちながら、コンデンサーの改良によって小型化にも成功。従来型と同等以上の火力と発射可能弾数を実現しています。また F91 には小型化と大出力化を両立させた改良型ミノフスキーイオネス小型熱核反応炉が搭載されたことで、新機軸の並走を積む余裕も生まれています。その一つがベスバーです。正式名称は可変速ビームライフル。大きさこそ通常のビームライフルと同等レベルですが、ジェネレーター直結方式なのでビームシールドをやすやすと撃ち抜くほどの威力を誇りました。ベスバー自体の出力は資料に数値が残されていませんが、動かすには 4000kW 級のジェネレーターがいるとされています。ジェネレーター出力は F91 が 4250kW。100年以前の主要機体だと、これを満たすのは 7340kW のダブルゼータガンダム。ちなみに、ニューガンダムは 2980kW、サザビーは 3960kW なので、積むことはできません。加えて、F91 は、大容量のコンデンサーを搭載しているため、連射が可能で、本体から分離した状態でも、数発は発射できるなど、取り回しの面でも優れた兵装です。コスモバビロニア建国戦争時代のモビルスーツが、小型でありながら、いかに強力なのかがわかるのではないでしょうか。小型モビルスーツの台頭により、ビームライフルには、
さらなる改良が加えられていきます。機動戦士ビクトリーガンダムの舞台である O150 外には、ジェネレーター直結とエネルギーパックの併用方式を採用したビームライフルが登場しました。ビクトリーガンダムをはじめ、ギガミリティアのモビルスーツは、これを主兵装にしています。基本的には、本体側のジェネレーターからエネルギーが供給されるため、マニピュレーターで保持しなくても、機体各部のハードポイントに装着していれば発射が可能です。出力は、設定がなく不明ですが、この時代はビームシールドが普及しているので、それを打ち破るため高出力になっていると思われます。また、V2 ガンダムでは、オプション装備のメガビームライフルも登場しました。こちらはメガ粒子圧縮デバイスが内蔵されています。設定資料上は、ジェネレーターを内蔵しているのかは不明ですが、ギガミリティアの量産装備の発展系な上に、V2 ガンダムのジェネレーター出力自体が極めて高いため、本体からエネルギーを供給している可能性がありそうです。こうして80年近く進化を続けてきたビームライフルですが、O153 以降、各コロニーの独立運動が激化していきます。これにより社会は疲弊し、既存の技術を維持できないほどに衰退していきました。その結果、モビルスーツの開発そのものが停滞し、小勢力にとっては旧式機を維持するだけで手一杯という状況に陥ります。そのため、一年戦争以降進められてきたビームライフルの開発は、ビクトリーガンダムの時代で一旦の完成を見たと考えて良さそうです。ということで以上、宇宙世紀を象徴する武装ビームライフル進化の歴史でした。まとめると、初代ガンダムに始まったビームライフルは取り回しと攻撃力を求めて恐竜的な進化をしていきましたが、ニューガンダムで再び継戦能力や汎用性を重視したライフルが登場。その後、ビームマグナムのような一撃に特化したものも誕生しましたが、モビルスーツの小型化とともに汎用性の高いライフルが主兵装となり、一方でビームシールドの普及によりそれを打ち破るためのベスバーなど強力なライフルも登場。ビクトリーガンダムの時代では汎用性の高いコンパクトなライフルでありながらも、機体本体の性能が上がっていることから直接エネルギー供給を行うことができるものが増えていきました。余談ですが、映画先行のハサウェイ・キルケーの魔女の終盤のアリュッゼウス戦で、クシーが戦闘開始からカートリッジ交換までにビームライフルを撃った回数を数えてみると、ちょうど40発でした。クシーのライフルの出力の設定はありませんが、シーンによって照射していたり速射していたりするので、出力切り替え式でカートリッジタイプにしたライフルになっているようです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、良ければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。